はい、始まりました。今日の勉強した日本語第5回目になります。今回僕がネットで調べて勉強した日本語は、こちら。参上、見参、水産の違いです。今でも漫画や小説なんかで使われてる言葉なので、知ってる方がほとんどだと思うんですけど、ただ、日常生活でほぼほぼ使わなくないですかね。言葉自体は知ってるし、ニュアンスもわかるんですけど、普段使わないんで、恥ずかしながら僕はこの言葉の違いを理解してなかったので、いや、小学校とか子供の頃に習ったのかもしれないんですが、僕はいい子ではなかったので、全然覚えてないんですね。で、今回、勉強したこちらの3つの言葉なんですが、参上が目上の人のところに行くこと。自分より身分が高い人のところに行くときなどに使う言葉だそうで、へりくだっていう言葉。自分を下げて相手を立てる謙譲語になるらしいです。上司とかに会いに行くときに、この後参上いたします的な感じで使える言葉みたいです。たまに街の落書きなんかで、なんとか暴走族参上みたいな落書きがあったりすると思うんですが、参上は自分を下げて相手を立てるへりくだった言い方らしいので、丁寧な感じになる言い回しに、なってしまって迫力がなくなってしかめないので、メンツを気にする暴走族の方とかはそこら辺気をつけて使った方がいいかもしれないです。次の見参なんですが、読み方がいくつかあるみたいで、見参が一般的なんですかね。僕はずっと見参で覚えて使ってたんですが、まあ複数の読み方があるみたいで、他にも参りまみえとかいろんな読み方があるみたいで、まあ気になる方は調べて勉強してみてください。その見参なんですが、先ほどの参上と似た意味があり、目上の人、身分が高い人のところに行って対面することらしいです。意味的には、見参は参上の内容を含んだ言葉みたいで、対面してるかどうかで変わるらしく、参上と同様にへりくだった言い方の謙譲語になるそうです。仕事場の上司に呼び出されて対面した時とかに、ただいま見参いたしましたみたいな感じで使うといいかもしれない言葉ですね。まあそんなやついたらちょっとビビりますけどね。武士かよっつって。で、最後の水産なんですが、自分の方から出かけていくこと。招かれてないのに訪問することを詫びる気持ちを込めて言う言葉らしいです。日常生活でどんな使い方があるのかちょっとわかんないんですが、まあ誘われてもない飲み会とかで勝手に参加した時に、あれなんでいんの誘ったっけみたいな時の返しで、水産させてもらいましたみたいな感じで使えるかもしれないので、まあ、勇気がある方はよかったら使ってみてください。はい。そんな感じで、第5回目の日本語勉強した動画はこれで終わりにしたいと思います。今回僕が勉強した日本語の面白い使い方や作例みたいなのがあれば、コメントなどで教えていただけると助かります。また、間違ってるよみたいなのもあれば教えていただけるとありがたいです。それではまたご縁があればどこかでお会いしましょう。またねー。